今日はトルコイスタンブールの城壁に沿って歩いてみようと思います。5世紀に築かれた城壁が今でもしっかり残っているんです。ローマ帝国の首都であったこの地を数々の敵から守ってきた難攻不落の城壁です。南端から北端まで約8キロ。見どころもたくさんありますよ。イスタンブールの街歩きですか。楽しみです。難攻不落の城壁も最後は突破されちゃったんですか？オスマン帝国に600年の栄華を極めたイスラム教の大帝国ですよ。あの城壁をどうやって突破したんですか？それは旅の途中で教えましょう。攻略された場所は名所になってますから。では早速出発しましょう。気になる。でも旅の楽しみは謎解きしながら歩くことですよね。楽しみです。海風を背にいよいよ出発です。この城壁、正式にはテオドシウスの城壁と言います。ローマ帝国が東西分割された後の東ローマ皇帝テオドシウスが築きました。その南端を飾るのがこの大理石の塔です。地図ではこの位置になります。あれ？南端なのに海に面していないんですね。敵が抜けてきそう。昔は海に面していたんですよ。周辺が埋め立てられたので雰囲気が激変しています。この塔はレンガと石積みで作られていますが、内部は大理石で装飾されているそうです。でも残念ながら観光客は内部に入れないんですよね。窓に何か干してあって人の気配はしたんですけどね。誰か住んでるのかな？でも小さな可愛い塔ですね。ですね。この塔は城壁建設当初は存在しなくて、14世紀末に増築されたという説が有力です。大きな城壁を横目に公園を抜けて歩いていくと、何やら大きな塔がいくつか見えてきます。この長い城壁の最大の見どころ、イエディクレ要塞です。城壁と海に囲まれた都市コンスタンティノーブルは城塞都市でした。城壁に黄金の門という凱旋門、要は戦勝を祝う門があったんです。15世紀、オスマン帝国はその黄金の門を拡張し、七角形の小さな要塞都市を作りました。オスマン帝国は侵略に備えたんですね。はい。それだけではなく、囚人を幽閉したり、財宝を保管したりと活用していたようですよ。モスクや学校も作られて、小さな町になっていたようです。ちょっと中に入ってみましょうか。ここは入れるんですか？はい。実は案内板がなくて見落としがちなんですが、内部に入れる入り口があるんです。恐る恐る入ってみます。暗いし、誰もいないし、まるで廃墟探検の肝試しのようでドキドキします。わあ、いざという時のためにスマホの電波はチェックしとかないと。いくつかの部屋や窓を観察し、上へと登っていくと、着いた！光だ！あれ、なんか他の観光客もいる。要塞の屋上に上がれたんですか？案内板もないのに。そう。そしてなんとイスタンブールを360度見渡せる眺望が現れたんです。絶景ですよ。わー、すごい穴場じゃないですか。行ってみたい。
猫に懐かれてるじゃないですか。イスタンブールでほんとよく猫に懐かれました。さて、1551年建設のハディム・イブラヒム・モスク。市民の憩いの場、城壁公園を抜けます。ここはメブラナカプーン門です。ぜひ寄ってください。観光地整備されているんで楽しめますよ。城壁に本登れるんです。お、ここも登れるんですか？城壁で他に登れるところほとんどないんです。貴重ですよ。矢を撃つための隙間、矢弾が残っていて、当時の兵士気分を味わえます。今は残ってませんが、門には鎖で上下に動く柵があったんです。それともう一つ注目したい点。昔の人たちの書いた文字、碑文が門にたくさん残ってるんです。なんて書いてあるんですか？その一つはこうです。神に守られし我が主君、デスポテス・コンスタンティノスの運命は勝利である。東ローマ帝国時代の皇帝に関する碑文ですね。すごい。約1000年前の言葉が博物館じゃなく現地にそのまま残ってるなんて、ロマンですね。のどかな公園を歩いていくと、次に現れるのがトプカプ門です。トプカプ？聞いたことある。トプカプ宮殿ってありますよね。そう、オスマン王朝の王宮ですね。トプカプのカプは門という意味なんです。じゃあトプカプ門は厳密にはトプ門なんですね。あれじゃあトプはトプカプ、トム・クルーズの戦闘機のような。それトップガンね。でもちょっと惜しいかも。トプカプのトプの意味は大砲です。大砲？そう。難攻不落の東ローマ帝国のこの城壁がオスマン帝国によって破られた時の門がここなんです。そして当時の最新兵器大砲で破られたんですよ。ああ、だから大砲の門でトップガン、違う、トプカプ門なんだ。そう。城門突破前に閉め忘れられた別門から精鋭部隊が侵入して混乱中だったらしいんですよ。二重の攻略だったんですね。ちなみにトプカプ宮殿の名前は宮殿の海峡側にあった大砲の門が由来です。門には大きな記念プレートが設置されています。すごいなぁ。つべこべ言わず突っ込めって感じだったのかな。Don't think, just do. 少し歩いていくと大きなモスクが現れるんです。入ってみましょうか。わー、すごく柔らかい雰囲気ですね。イスラムのモスクってこんなに可愛らしいデザインのものもあるんですね。オスマン帝国のスレイマン大帝の皇女ミフリマーのために建てられたモスクです。夢の雫黄金の鳥かごって漫画知ってますか？スレイマン大帝の奥様ヒュッレムが主人公の漫画ですが、娘のミフリマーも出ています。私知ってます。ヒュレムと宰相イブラヒム、スレイマン大帝、ハーレムの女性たちの愛憎劇ですね。
かなり史実に近く、壮絶な中世の雰囲気を感じられる名作ですよね。ここは、そのミフリマーのために有名建築家ミマルシナンが建てたモスクです。壁の装飾、ステンドグラス、絨毯など、他のモスクとはちょっと違う可愛らしい美しさですよね。本当に城壁の近くなんですか？これから紹介するカリシウスの門のすぐそばにあります。旅人が初めて目にする都の顔としての役割があったのではないかと言われています。昔は学校、霊廟、商店街、浴場まで備えていた複合施設だったんですよ。誰でも入れますよ。静かに観光してみてください。静かな美しい空間でつい長居しちゃいそうです。心が落ち着きますね。城門の紹介はこれが最後です。カリシウスの門。この町が陥落した時、征服した皇帝メフメト2世が入城した伝説的な門です。まさに、ここからオスマン帝国の覇権が始まったんですね。そうなんです。約1000年の間難攻不落とされていたこの都が、ついに扉を開けた瞬間、メフメトは馬に乗ったままこの門をくぐり、アヤソフィアへと向かっていったと伝えられています。戦い抜いた東ローマ帝国軍の最後のことを考えるとちょっと震えますね。まさに王者の凱旋門じゃないですか。激戦区のそばにあの可愛らしいミフリマーモスクがあるなんて、戦場に花が咲いた感じがします。さあ、城壁の最北端、コンスタンティノス・ポルフィノゲスの宮殿に到着です。今何と言いました？コンスタンティノス・ポルフィノゲスの宮殿。略してコポ宮殿です。言えないからって略しすぎです。コンスタンティノス・ポルフィロゲネトスの宮殿ですね。お見事！ここは東ローマ帝国最高期の宮殿でした。元宮殿でありながら、動物園、商館、工場などを経て、現在は博物館になっています。ここがテオドシウスの城壁の北端なんですね。そうです。ここから金閣湾まであと1キロありますが、もう明らかな城壁は残っていません。東ローマ帝国時代の貴重な建造物です。ハイキングの終わりにゆっくり楽しんでくださいね。午前中に大理石の塔を出発して夕方にようやく北端まで到達しましたよ。お疲れ様でした。たくさんの歴史的な門があるんですね。何百年も前の記録が残されていて興味深かったです。一番のお気に入りはどこですか？私はイエディクレ要塞ですね。秘境を探索した感じがありました。偶然見つけた屋上の景色が絶景だった。わかる。私はミフリマーモスクです。可愛すぎでしょ。私もあの時代のお姫様になってみたいなって思っちゃいました。わかる。ミフリマーモスクはイスタンブールにもう一つあるんです。そちらも可愛らしいモスクです。また別の機会にご紹介できたらと思います。楽しみです。絶対紹介動画作ってくださいね。Don't think, just do. お姫様プレッシャーを与えますね。頑張ります。ご視聴ありがとうございました。世界は好奇心でつながる。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。